今日はコーヒーで草木染めをしよう。こんにちは。ものづくりの日常にコッペ工房です。皆さんはコーヒーよく飲みますか？毎日コーヒーを飲んでいると、こうやってコーヒーの残りカスが結構出ると思います。このコーヒーの残りカス、脱臭効果があるので脱臭剤として使っている方もいるかなと思うんですが、処分してしまう方もいるんじゃないでしょうか。コーヒーの残りカス、やっぱり毎日飲んでるとたくさん出るんですよね。なのでこのコーヒーの残りカスを使った草木染めを今回したいと思います。普段コーヒー飲まない方で草木染めしたいっていう方もいるかなと思うので、そういう方は残りカスじゃなくて市販の普通に引いてあるもので草木染めをすることもできます。コッペ工房ではものづくりを日常にということをテーマに動画を作っています。ものづくりに興味がある方、ものづくりやってみたいけどちょっとハードルが高いと思っている方、そんな方たちのものづくりのあと一歩の手伝いができるような、そんな動画ができたらいいなと思います。なのでもしよかったらこのタイミングでチャンネル登録してもらうと嬉しいです。それではコーヒーの草木染め始めていきます。どうぞ。はい、道具紹介始めていきます。まずこちらコーヒーの出がらしです。だいたい 200g くらい乾燥させて残しておいてあります。でこちら染める布です。ハンカチです。綿のハンカチを用意しました。片手鍋です。精液を作ったりあと染める時に使います。計量スプーンと計量カップです。今回は鉄焙煎なのでスチールウールとお酢で作った焙煎液です。かき混ぜたりとか取り出したりする時に使う菜箸です。何かと便利なキッチンバサミ、ざるとボウル、いつも通りゴミくずネット。コーヒーの粉が細かいのでこれ不織布です。不織布も使おうと思います。下処理に使う柔軟剤です。綿を染めるときは下処理が必要なので柔軟剤使います。これ絞りに使うスズランテープです。それでは始めていきます。まずは下処理から始めていきます。柔軟剤を大さじ1杯熱湯で溶きます。そこに洗ったハンカチを入れます。下処理の時間は30分。しっかり柔軟剤液の中につけます。熱いのでやけどに気をつけながら定期的に動かします。下処理をしている間に染液の準備をします。コーヒーの出がらし 200g をステンレスの片手鍋に入れ、そこに水を 1500ml 加えます。もう少し大きな片手鍋の方が良かったかもしれません。そして浮いてるコーヒーがなくなるようによくかき混ぜます。そして片手鍋を火にかけます。最初は中火で沸騰するまで温めます。蓋をしたら溢れ出しちゃったので菜箸をかませました。やっぱりもう少し余裕のある鍋を用意すればよかったです。溢れるギリギリといったところでしょうか。沸騰したので火を止めて鍋をストーブの上に移します。今回は20分間ゆっくり染液を抽出していきます。ストーブがないときはガスコンロの上で弱火で煮たら大丈夫です。20分が経ったので火から下ろします。ざるにゴミくずネットを貼り、その上に不織布を乗せます。コーヒーの粒は細かいので、できるだけ細かい目でこすことが大切です。
染液は熱いのでやけどしないように気をつけましょう。少し熱いですが、よく絞って染液をできるだけ多く作りましょう。最後にもう一度不織布でこしたら染液の完成です。濃い茶色、コーヒー色の染液ができました。染液を作っている間に30分が経ち、下処理も完了です。よく水洗いして余計な柔軟剤液を落とします。ここからは絞り処理を行います。今回はスズランテープだけでできる簡単な絞りになります。適度な長さに切ったスズランテープでぐしゃぐしゃにまとめていくと絞りは完成です。とっても簡単です。次は焙煎処理を行っていきます。今回は鉄焙煎液小さじ2杯を水で溶いて12分間染める布をつけて鉄焙煎処理を行います。先に焙煎する先焙煎で焙煎をしましたが、いつものように後から焙煎する方法でも大丈夫です。12分間時々動かしながら焙煎処理を行います。12分が経ち、焙煎処理が終わりました。軽く絞って軽く水洗いします。余計な焙煎液を水洗いで落としといた方がムラなくきれいに染まります。そしていろいろと済んだら染めていきます。弱火で12分間ゆっくり染めていきます。いつものように菜箸で細かく定期的に動かすことによって染めムラを防ぐことができます。12分が経ったらざるにあげます。最後に水洗いをしながら絞りを外していきます。こちらコーヒー染め完成しました。わかりますかね。これちょっと緑がかってるんですよ。こううっすらと緑がかったグレー、そんな素敵な色になりました。絞りもすごく綺麗に出て、不思議なまだら模様のようなトゲトゲしたような素敵な模様になったかなと思います。ぜひ皆さんもコーヒー飲んで染めをしてみてはいかがでしょうか。コッペ工房ではものづくりを日常にということで、日常に取り入れられるようなものづくりを動画にして配信しています。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして今回の動画面白いと思ってもらったら高評価だったりコメントとかしてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、さようなら。